はい、改めて山本優斗です。よろしくお願いいたします。突然ですが、皆様、ヒーローはお好きでしょうか。ちょっと何名かね、うなずいてくださっている方もいらっしゃいます。ありがとうございます。皆様胸にはそれぞれ思い思いのヒーローがいらっしゃると思います。それこそ漫画の場所なのでね、こちらは、漫画やドラマに出てくるような完全無欠のスーパーヒーローもいれば、身近で助けてくれる、方だったりだとか、それこそ文化人だったりアスリートだったり、さまざまなヒーローが世の中にはいると思います。で、私もヒーローが大好きなんですが、その中でも特にですね、葛藤しながらも泥臭く暑苦しく前に進んでいく、そんなヒーローが大好きです。で、今回紹介するのがそんな葛藤しながらも前に進んでいくヒーローたちが描かれている石ノ森章太郎先生のサイボーグ009でございます。で、今回は本を選ぶ100選というのが決まっているので、その中に009があったので私選ばせていただいたんですけど、石ノ森先生のヒーローでいうと、有名どころだとやっぱり仮面ライダーだとか、あと機械ダーだとか、他にも葛藤するヒーローたくさんあるんですが、私がその中でも、009を推す理由の一つがですね、そんな葛藤しているヒーローたちが9人分も詰め込まれている、ここが一つの推しポイントでございます。で、簡単にあらすじご紹介しますと、悪の組織ブラックゴーストという、いわゆるショッカー的な組織ですね、がですね、突然、人間たちを拉致してサイボーグに改造してしまいます。で、それが後々9人集まって国籍も性別もバラバラの一つのチームとなる、それがサイボーグ009。で、そんな彼らが悪の組織と戦っていくという、これが大まかなストーリーになります。で、9人にはそれぞれ思い思いの悩みだったり葛藤だったりがあり、それを踏みしめながら戦っていく様が私は非常に熱くなれる部分だと思っています。例えばヒロインの003、フランソワーズ・アルヌールというフランス人の女性がいるんですけど、彼女は特殊能力で目と耳が非常にいいという能力を持っております。で、009たちはですね、みんなサイボーグに改造された時にそれぞれ1人1個ずつ特殊能力を身につけさせられております。009が加速装置というとても速くなったり、002が飛行能力だったり、なんでそれぞれ能力があって、それを生かして戦っていくっていう意味では、能力者バトルの先駆けにもなっているのかなと思いつつ、で003に話を戻すと、彼女は目と耳が非常にいい女性なんですね。で、この能力だけ聞くと、なんだかいいことがたくさんあるような気がします。遠くが見えますし、で、実際劇中でも秘密基地の中の情報を彼女が入手するという、スパイのような活躍もあったりなんかして、いい部分もあるんですが、一方で、目と耳がいいということは人間の醜い部分、聞きたくないことだったり、耳にしたくないやり取りだったりも全て彼女にはダイレクトに入ってきてしまうという部分もあるわけです。で、彼女はもちろん基本的には人間のために戦うという部分はぶれないんですけど、それでもやっぱり助けた人だったり時に出会う人々のその汚い部分を見てしまうと、本当に守るべきなのかと、この人たちのために戦う必要があるのかと葛藤する部分もあるんですが、それでも周りの仲間だったり自分自身のひたむきさでどんどん前に進んでいく、そこに私はすごく心を惹かれるわけです。で、もう一人紹介したいのが主人公、まさにこの表紙にも写ってます009、島村ジョーという主人公の日本人の青年です。で、彼はですね、まさにまさしく主人公らしい性格をしていて、勇敢でありながらちょっとキザな部分もあって、しかも強い、9番目に作られたサイボーグなんで最新型なんで基本的にちょっと強いというところが非常に頼れる男なんですが、彼もですねそういう葛藤が一つありまして、それはサイボーグに改造されてしまったことそのものなんですね。で、彼は本当にすごくヒロイックな人物なので、その手を伸ばさなくてもいいような悪い人にまで手を伸ばしてしまうという、ヒーローらしくもあり、悪い部分もありというところがあります。で、その時によく言われるのが、機械のくせに何が分かると、半分機械のお前に人間のこっちの気持ちが分かるかなんて言われることもあるんですが、その時に返した彼の好きなセリフに、確かに僕は機械かもしれない、でもだからこそ違う視点で新しく信じることができるかもしれないというセリフがあり、彼は改造されながらもそこに悲観することなく前向きに進んでいくパワーがあります。で、今紹介したのは2人なので、あと7人分葛藤があります。
よければこの9人の物語に皆様も熱くなってみてはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、お帰りの椎名町駅から帰っていただくと009のモニュメントがありますので、というのが私の仕事ですが、皆さんの方からちょっと作品についてご質問、この辺りもちょっと深掘りしたいなということございますでしょうか。はい。はい。すみません。なんか昔アニメ化された時にちらっと読んで、でも結末を見てないのであれなんですけど、そのサイボーグに変えた人たちの動機が、最初の方を見ていると謎なんですが、それは回収されるんですか、作中で。これがですね、正直あまり回収されない部分があって、で、悪の組織がその闇の幽霊団って書いて、ブラックゴーストっていうんですけど、これには、ショッカー的な悪の組織という意味もありつつ、実態がつかめないっていう意味でも実はそのネーミングが使われていて、で、あんまり言うとネタバレになってしまうんですが、結構序盤で実は一度壊滅します、ブラックゴーストなんですけど、昭和の仮面ライダーよろしくネオブラックゴーストとかまた違う悪のメンバーがいっぱい出てくるので、動機は分かんないんですけど、その謎の悪意とずっと戦っているっていうそういうストーリーになっておりますね。ありがとうございます。その他ご質問とこの辺り気になりましたありますか。はい、どうぞ。いわゆるその9人もいると思うので、アベンジャーズ的な感じもあるかなと思うんですけど、その分多分キャラとかもたくさん際立ってるかなと思うんですけど、その山本様が感じるこのキャラは面白いなとか、その面白いポイントみたいなところを理解したいと思います。そうですね、紹介したんで009か003であれよと思うんですが、本当に一番好きなのは実は004という人物でしてロシア人のキャラクターなんですけど、全身が誰よりも改造されていて、もうほぼロボットみたいな。その代わり能力としては全身から武器を出せるという、男なんですが、ただ全身の9割が機械なので、実は誰よりも思い悩む部分が多いというか、やっぱもう手もロボットなので、例えば愛する人だったり気になる人だったりに手を伸ばそうとすると、他の人は人間の手なのに004だけはずっと機械の手なんですよ。なんかそこのいじらしさとか、でも戦場に出たらやっぱり全身メカなのでめちゃめちゃ強い。この辺りのギャップというか、非常にやられるかなと4が欲しいです。はい、はい、そうおっしゃる。それでは、他にございませんか。ということで、では、山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。